どうも、フィッシャーズのマサイです。この動画をご覧いただきありがとうございます。この先進む前に皆様にお伝えしておきたいことがございます。この動画をフィッシャーズの1本目として初めて見たという方は一度閉じていただいて他の動画を見た後にこちらを見ることをお勧めいたします。一度フィッシャーズをね、知っていただきたいなと思います。それ以外にもこの先話す内容はですね、とてもいい話とは言えないことも多いです。人によっては気分を害す可能性もございます。そうなった場合はもうその瞬間に閉じていただければ大丈夫だと思います。それでも僕の話を聞いていただけるという方はこのまま続けて見ていただければと思います。ではよろしくお願いします。ちょうど去年になるんですけど、6月の27日に、私の母親がですね49歳でがんで亡くなりました。そもそもなぜこのような報告をしなければならないのかというと、僕が今後いろんなメディアさんに出演する機会があったとしましょう。きっと家族の話や母親の話が触れられる可能性というのはあるんですね。その時にもし触れられた場合、僕は亡くなったという事実をまだ伝えていない状況で話すことになります。そうするとどうしても僕は喋りづらいんですね。なのでまず皆様にこういうことがあったんだよという報告をしてから話せればいいなと思い、今回の、報告をさせていただいております。それ以外にももしそういうメディアで明らかになった場合、フィッシャーズをご覧になられている方もね、心配してしまうんじゃないかと思い、まずは自分のチャンネルでこのようなことがあったんだと説明する必要があるなと思い、動画を撮りました。この動画は僕の意思で撮影しております。僕のねソロ動画なんですけど、別にね他のメンバーから撮った方がいいんじゃないとか言われたわけでもなく、僕がですね皆様にお伝えしたいっていう意思で動画を撮っております。家族にもねこの話はしていいよという許可をもらって撮影しております。いろんな面でね心配するかもしれないんですけど、大丈夫だよというねことだけお伝えしておきます。ではですね、その時どんなことをしたのか、1年前の話ですから、その1年間どういうふうに過ごしていたのか、またですね母親の気づいた瞬間どういう思いでいたのかなどをですねお話しできればなと思います。まず母親がどんながんだったのか、それはですね腹膜がんというがんです。がんの中でも希少と言われているがんです。珍しいがんなんです。腹膜というのはね、お腹の周りに薄い膜が張ってあるんだけど、それを腹膜って言ってね、でそれとですねリンパにも転移しちゃっている状態で、とてもね、難しい状態ではあったんですけど、それでもですねすごい最後まで頑張っているような状態でした。母親のがんが分かった日が2016年の4月なんですね。それまですごい精密検査をしてようやく見つかったような状態だから、見つかるまでにだいたい4ヶ月ぐらいはかかったみたいです。で希少がんっていうのは本当になかなか見つからないがんで、それが腹膜だったということですね。さすがにびっくりしました。自分の母親ががんにかかっているんだっていう事実は聞きたくはなかったですね。正直治るだろうなといういつも通りのね意識ではいましたね。うちの母親だって大丈夫だよって、うちの家族だったら治るだろうっていうね、軽い気持ちでいました。その時僕のフィッシャーズの活動としては、フィッシャーズが100万人に突破した時とか、よりねフィッシャーズがこう世間に知られてきたなっていう時だったんですね。僕もより成長していかなきゃなって思っている時期でもあったんで、編集のスキルもそうですし、こういうね、カメラを向けられた状態での喋りとか、よりね学んでいかなきゃなっていう、ちょうど切り替えたっていう瞬間だったんですよ。精神的負担があったりとかプラスしてねいろいろ悩んでいた時期ではあったんですけど、それにのしかかるような感じで大変でした。とりあえず母親がこういう病気になってしまった、僕は何ができるんだろうっていうのをねまず最優先に考えて母親のサポートしたんですけど、なかなかがんが進行していくと母親にも変化が現れてきて、最初の1年はねもう気づいて抗がん剤を始めて、一安心だ、治る方向だよって医師にも言われて続けてきたんですけど、やっぱりこう気分が良くなったり悪くなったりっていうのを繰り返すんですね。もうそれを見ているのが辛かったですね。
抗がん剤の種類によって体にも影響が出てくるんですよ。でその影響の一つが髪の毛が抜けるとかいう症状で、唇がカサカサになってしまうとかね。僕のね母親は髪の毛抜けてやっぱりニットをかぶっていうのもね、違和感だなって思いますよね。でも母親はめちゃめちゃ元気で、明日にでもがん治ってんじゃないのっていう会話をしてぐらいすごいねハキハキとしていたんですけど、2017年ときて母親の状態も変わっていくんですよ。まずは容姿から変わっていきます。だんだんやつれてくるんですよ。僕もね母親の看病をずっとしているわけにもいかないんですよ。こっちの活動もありますから、メンバーのことも考えてずっとね家族に寄り添っているのもそれは違うんじゃないかと、僕自身の考えですけどね。幸いにも YouTube という職業は自分で時間を割り振って作ることができるようなものであるんで、家族に会いに行く時間を作ったりとかね、看病したりとか買い物したりとかするわけですよ。でこの話をメンバーにはしてなくて、母親が癌になったっていうのはなぜかというと、その話をしたら多分メンバーもずっと僕のこと気にしちゃうんじゃないかと思って、距離が近い友達ほどすごいショックな話だと思うんですよね。だから気を使われるのが良くないなと思ってずっとね内緒にしてたんですよ。2017年なんですけど、その頃には大体は収まっていたんですね。がんの広がりが大体は収まってたんですよ。だから回復のね兆しがあったんですけど、なかなかそうもいかないみたいで再発してしまうっていう3年と数ヶ月の闘病生活だったんですね。希少がんっていう話をしたんですけども、この病気は本当に難しい病気で、お金をねかけても治らないようなものです。手術をして取り除いても増殖するし、抗がん剤を何種類か投与して祈るしかないみたいです。先生に聞いた限りでは。病院もねいくつか回って、こんな感じのやり方がありますとか、放射線治療がありますとか、いろいろ紹介を受けたんですけど、やる分体力って減っていくんですね。2019年の、6月前になってですね、先生からやっぱ伝えられるんですね。今月に母親は亡くなるかもしれないっていう内心覚悟はしていました。なぜかというと、覚悟する心がないとこの先僕も動けないからです。母親と話していた時間はすごい長かったです。寄り添う時間はすごい長かった。その時に話したことなんですけど、母親もすごい不安にしていました。私はどうなるんだろうと。そのがんの人に対して何を言えばいいかわからないわけです。人によってはおめえ何言ってんだと、こんだけ苦しいのにって言われるかもしれないし、怖かったんです、伝え方が。なんですけど僕は母親を信じてこんなことを言いました。生きるパターンとお墓に入るパターン、2つ考えると悩まないのかもしれない。人間って死の恐怖持っているじゃないですか。明日死ぬのも怖いし、今日死ぬのも怖いし、でも人間いつ死ぬかわからないけど母親は気づいてるんですね。だからこそ僕に相談してくるんですよ。私どうなるんだろうって。でも僕がお母さんなら治るって言ってもいいんですけど、それで治らなかったら僕は責任を取らなきゃいけません。逆に治らないよっていうのもそれはもう失礼ですね。どっちのパターンも考えておくとこの先苦労しないかもしれない。治ったらそりゃ嬉しいし、でも治らなかったら悲しいけど、治らなかったらそれで終わりなのっていう話をしました。治らなかったら治らなかったなりの考え方を持った方がいいんじゃないか。例えば、僕に子供ができたとしましょう。子供に向けてメッセージを残したりとか、自分ってどういう存在だったのかメモに残したりとか、そういうのをメモったらどうなんっていう話をしたんですね。そしたら治らなかったらっていうパターンも考えておこうっていうポジティブな思考になりました。で実際にスマホ向けて、お母さんからすると孫ですよ、孫に向けてのメッセージとかその実際残して、で余命2週間前って言われた時には寝たきり状態だったんですね。もう母親はずっと喜んでくれました。でも母親の強いなと思ったところは、余命2週間前に放射線治療を受けたんですね。僕らは止めました。先生も止めてました。家に来る先生いるんですけど、母親の様子を見にね来る先生も止めたんですけど、母親がもうどうしても受けたい、私は治すっていう気力が強くて、でも父親は止めませんでした。やりたいようにやらせなさいって。母親が亡くなった後もしばらくは夢に出てくるんですよ。今までいたお母さんという存在が急に消えるわけですから、やっぱり不思議な時間が続くんですね。なんですけど
ようやく1年経ってそれも薄れてきてね、墓参りに行って母親に挨拶をしてね、過ごしてます。母親と最後交わした会話もすごい僕の心にすごい刻まれているような会話があったんですけど、ちょっとご紹介しますね。母親が亡くなる数日前にですね、僕もすごい気が病んでいて、フィッシャーズのね活動もよりアグレッシブになってる時とか、それのね精神的負担があって、で母親の件もあって、で家族ぐるみで僕喧嘩もしたんですけど、母親にこういう相談をしました。俺も辛いと、どうしたらいいんだって嘆いてしまいました。もう寝たきり状態の母親に。そしたら母親はこんなことを言いました。私を見な、私はこれなりに頑張ってんだって、私以上に辛いことを思ったなら辛いって言いなさいって言われました。黙っちゃいましたね。その通りなんだって、辛いって思うんじゃなくて全部楽しいに変えろって言われました。辛いなら早めに相談しろって。よくね、高校の時のお弁当鮭弁当だったんですよ。僕それ大好きでずっと食べたんですけど、今度はね俺が鮭弁当を作る番だなっつって、もう母親がもうあまり喋れない状況、寝たきり状態の時でもね、母親が頑張ってね「おう」って言ってくれたのがすごい印象強いです。俺も嬉しかった。最後母親と会話したのがね、なんか「マサイ大好きだよ」っていう全力の一言、もう意識が朦朧としている状態の一言だったね。僕もねすごい感謝を込めての「ありがとう」っていう一言を添えて言いました。それがお母さんとの会話最後ですね。フィッシャーズに母親が亡くなったって伝えたのが亡くなった当日なんです。メンバーもびっくりしました。もしメンバーに早く伝えていれば僕のね心の負担も減っていたんじゃないかっていうのは、メンバーに伝えない分こういう状況なんだって言えないんですよ。僕が予定を作るとき母親が病気してっていう理由を作れないんですね。隠しているんで、それが辛いです。なんでそんなことしたんだって今思いますね。僕が動画に出れない期間が実は去年の6月あったりしたんですけど、その時代表的な動画すぐバツドッジボールだったんだけど、あの期間中にいろいろことを済ませて動いてました、内緒で。皆さんにも1年どころじゃなくてかなり前からこういう状態だったんだよっていうのをずっと黙っていたんですが、この度の報告でもう一度ご報告させていただきますけど、マサイの母親が亡くなったという報告をさせていただきます。母親が亡くなった後の問題も少しあって、お墓の選び方も悩みました。例えば日本って基本墓石じゃないですか。なんですけど父親の宗教だと火葬ではなく土葬なんですね。母親が生前ね土葬がいいって言ってたんで土葬にしました。なのですごい特殊でしたね、いろいろやり方が。ちなみに僕はどちらも尊重はするんですけど属していなくて、家では守りますね。やっぱりそのお葬式がお坊さんがやるじゃないですか。じゃなくて実際にその教会に行ってお遺体をね棺に納めて、で置いて、でたくさんの人に囲まれながらお祈りをしてで土葬するっていう流れなんですけど、皆さんにね話しておこうかなと思うんでちょっと話しておきますけど、やり方がね、まず喪服じゃないんですね。黒い服は着ません。私服で行きます。ちょうどね格好これに近い格好で、母親にねすごい気に入ってくれてる、あんた一番それが気に入ってるよって言われてるような格好なんですけど、これ父親からいきなり冒頭の説明を任せられたのはすごいなんでと思ったけど、経験としては良かったなと思って、だから説明しました。母親がこうなって、私の父の奥さんであり僕の母親でありっていう説明をして、こういう理由で亡くなり、今回皆様お集まりいただきありがとうございますっていう話をしてね、マイクでその場を仕切りましたけど、やり方が特殊でした。僕の家庭はとても裕福とは言えないような、とてもね、普通の暮らしをしていたというわけではないですね。はい、昔は食事は毎日うどんっていうパターンもあったし、そんな中でもねお父さんお母さんは頑張ってくれてて、フィッシャーズの活動が始まって、最初はすごい心配されたけど後に認めてくれて、逆にフィッシャーズを応援してくれるようになってくれて、僕が高校を卒業して専門に入る時なんてそもそも専門学校高いじゃないですか。大学ももちろん高いんですけど、自分が奨学金の手続きとか他の手続きのやり方はあまり分かってなくて、そのサポートもしてくれたの母親で感謝しかないっす。母親がいなかったら僕はこの活動は絶対できてないし、映像もやってないし、いろんな面で本当にお世話になった人ですね。生前母親にどんなことをしていたか少し話しておきます。例えばですね、免許取り始めたのが23歳の時なんです。結構最近で、免許を取った理由が母親をドライブに連れて行きたいなっていう、ことでした。
実際にね免許を取って車も必要なわけじゃないですか。車もね買ったんですよ。実は皆さんに報告してないんですけど、僕個人で車を買って、別にこれは高級車とかじゃなくて皆さんが普段街で見るような車を買ったんですね。その車の中でもいいグレードを買ったんですけど、これは僕のプライドもあって、今高級車を買うのは生意気だなっていうそもそも車を買うこと自体って大イベントなんですよね。これは金額と関係なくて、中古車だろうが新車だろうが高級車だろうが車を買うっていうイベントって人生においてすごいことだと思うんですよ。それを母親に見せたかった。もちろん母親喜んでくれました。でその車でね、ちょっとね値段のいい焼肉屋連れてってあげたりとか、公園行ったりとかね、しましたよ。病院連れてったりとかしました。僕もね母親乗せてドライブするっていうのもすごい嬉しかった。そもそも家族を乗せたんですよ。でみんなで移動するっていうのがすごい楽しかったです。やってよかったなと思う。それ以外にもねフィッシャーズの随時報告したりとか、そういう話でもう目いっぱいでした。母親に話したかったこといっぱいあるんですけどね、ギネス取ったよとかロックフェス行ったよとか世界9位取ったよとかいろいろあったんですけどね、お墓参りするときに話しますよ。そして僕が飼ってるチワワちくわくんに関してなんですけど、このワンちゃん母親のワンちゃんなんですね。生前にマサヤにちくわ預かってほしいって言われたので、引っ越して預かることになったんですけど、ちくわを預かった理由の一つとしてはそれもあります。なんでですね、母親の思いも込めて、僕の隣で多分ちくわをずっといることになると思うので、何卒よろしくお願いします。そしてね、楽しんでください。ちくわの動画多分この先も出ると思うので、ワンちゃんにね癒されつつフィッシャーズの動画を楽しんでいただければと思います。改めまして皆さんにもとても感謝しております。いつも応援していただきありがとうございます。そしてですね、僕の家族そして親戚周りもいろいろご協力いただきありがとうございました。こんなマサイを支えてくれてありがとうございます。そして何よりフィッシャーズのメンバー全員ご迷惑をおかけした。なんかマサイ変じゃねって思ってた期間もあるかもしれないけど、そういうことだったんですね。自分の挑戦の一つとしてずっと黙ってました。なんか動きがギクシャクしてるところもあったしね、なんか当たり強えなって思ったところもあったかもしれないけど、僕のせいでもあり僕の勝手な挑戦でありみんなのためでもあったかもしれない。ずーっと黙ってた理由はこれでした。改めてメンバーのみんなありがとうございます。また事務所の方もですね、その後のサポートもしていただき本当にありがとうございます。助かりました。またですね、皆さんもなんか体にね異変を感じたりとかしたらすぐね検査を受けることをお勧めいたします。っていうのはもう僕も25を超えて26になりますけど、精密検査とかね受けに行きたいなと思ってます。これはね僕もそうですし皆さんもそうだと思いますので、ぜひね受けてみてずっと元気で過ごしていけるようにしましょうね。また今後の活動についてなんですけど、マサイは変わらずずーっとね、平常運転でいきたいと思います。っていうのはこの1年分かったでしょ。何事もなかったかのようにやってきたでしょ。そういうことをしたかったわけよ。ごめんなさいね。フィッシャーズのね YouTube を皆さんと一緒に盛り上げていけたらなと思います。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございます。またね普段通りの動画楽しんでいただければと思います。ということでマサイから以上です。皆さんありがとうございました。